今日はパリ市内からベルサイユ宮殿に向かいます。はじめまして、猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。今はヨーロッパの一人旅に出ていて、現在はパリにいます。これからヨーロッパの各都市を回るので動画を配信していきたいと思っています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ベルサイユ宮殿はパリ市内からは少し離れた郊外にあります。今回はこのモンパルナスという駅からだいたい 3,40 分ほど電車に乗ります。チケットを買うために券売機を探しています。券売機がありました。結局チケットの買い方が分からず、地元の親子に聞いてポチポチ押してもらいました。無事に購入できてよかったです。乗る電車がこちら。時間指定はないので、行き先までの金額分のチケットを購入して乗り込みます。感覚的にはこちらが JR、 地下鉄がそのままですがメトロという住み分けで、空港や郊外のエリアに行く場合はこちらの JR 的な電車を利用します。チケットは片道4ユーロぐらい。電車の中はこんな感じです。2階建てになっていて、座席指定はなく空いているところに座りました。ベルサイユ宮殿の最寄りの駅の一つ、ベルサイユシャンティエール駅に到着しました。大きな時計と木で作られた地図のモチーフがあり、とっても素敵な駅です。ここからは徒歩で向かいます。おそらく15分ぐらいです。ちょっと郊外に来たからかさらに寒いです。日本が暑すぎて感覚がおかしくなっていたのか、最低気温14度や15度の世界が想像できず、今持ってきている防寒具すべて着ているのですが、それでも少し寒くて、今後これでやっていけるのか若干不安になっています。これは途中にあったホテルですかね。どこを切り取っても絵になります。奥にベルサイユ宮殿が見えてきました。ここをまっすぐと行くと、ドーンと手前の広場と建物が見えてきます。はい、こちらがベルサイユ宮殿です。ベルサイユ宮殿は17世紀から18世紀にかけてルイ14世の下で建造されました。フランス革命までの間、フランス王国の王宮として使われており、その豪華絢爛な当時の生活を覗くことができます。バロック様式の壮大な建築、宮殿内部には宴会場や客室、寝室などがあり、豪華な装飾や彫刻、そして大理石の柱などが特徴です。そのルイ14世の彫像が宮殿広場の目の前にドーンと建てられています。ベルサイユ宮殿は宮殿部分と庭園部分に分かれて、それぞれ料金がかかります。今回私は宮殿のみの見学にしました。というのも、こちらがベルサイユ宮殿の全体像になるのですが、とっても広いんですね。今ここにいて、宮殿がこれ、庭園がこれです。庭園も素敵なんだそうですが、宮殿の中だけでも十分かなと思い、今回は庭園は建物の中からちらっと見ることにしました。宮殿だけでも体感で1時間から1時間半は想定しておいた方が無難です。左側のエントランスから入ります。実際にベルサイユ宮殿に行こうと思っている方にチケット関連で注意事項があります。まず入場のチケットは必ずオンラインで購入していくことをお勧めします。チケット購入の列は絶望的な長さでした。時間指定で直前でも購入できるので、ぜひ買っていってください。あとは日本語対応のオーディオガイドについてあった方が絶対おすすめです。正直部屋の違いがわからないので、この部屋が何のための部屋なのかという解説があった方が絶対楽しいです。オーディオガイドを聞く方法は2つあって、当日も借りれるんですけど、デバイスごと借りるものと、あとはベルサイユ公式のアプリで音声ファイルをダウンロードしておく。こちらは無料なので2がおすすめです。1はイヤホンがないのでずっと手に持っていなければいけなくて結構疲れそうだったのと、あと2の方は事前にファイルをダウンロードする必要はあるんですけど、スマホで同じコンテンツが聞けるのでおすすめです。イヤホンがあれば持っていくと便利かなと思います。中に入ると早速礼拝堂が見えてきます。当時婚礼式などのイベントが行われた場所でもあります。こちらは今は中に入ることはできません。廊下の壁にはフランス王国の歴史が刻まれています。
次に現れるのがギャラリースペースです。絵画や彫刻など当時のベルサイユ宮殿を舞台にした華やかな作品が展示されています。2階に上がると庭園が綺麗に見えたので撮影してみました。この景色で庭園を楽しみます。通路にもこういった彫刻がところどころ配置されています。この部屋の装飾もとても美しいです。最初に出てくる部屋として印象的なのがこのヘラクレスの間です。宮殿の中でも特に大きな部屋で注目するべきは当時の最高傑作とされた天井画です。音楽会や舞踏会、大使の接待などの部屋として使われたそうです。部屋ごとにこんな感じで番号がついているんですね。オーディオガイド、アプリの方も同じ番号で連動しているので、説明を聞きたかったらこんな感じで入力するとガイドを聞くことができます。ここはヴィーナスの間です。ローマ神話のヴィーナスの彫刻がそびえ立ち、太陽王と呼ばれたルイ14世を称え、太陽の装飾や愛と美の神ヴィーナスが描かれています。赤い壁が特徴的なマーキュリーの間は寝室としても使われていたそうです。豪華な装飾が続き、若干お腹がいっぱいになってきたので、静かな庭園の風景で箸休めをしています。こちらがベルサイユ宮殿といえば絵一枚有名な鏡の間です。鏡、ステンドグラス、天井画が美しく輝く長さ75メートルの回廊、ベルサイユ宮殿での最大の見どころです。ルイ14世の権力を示し、当時のフランス国家の経済的・政治的な覇権を象徴する場所です。使われた鏡は600枚弱。鏡が高級品であった当時、これだけの枚数を作った部屋が作れるということが富の象徴でもありました。次が王妃の寝室です。マリー・アントワネットをはじめ歴代の王妃がこの部屋を使用していました。当時マリー・アントワネットの生活は王族の繁栄を示すために大部分が公開されていたそうです。特に驚いたのが公開出産です。王位継承者の出産は本当に王妃が産んだ子供なのかを証明する意味も含まれていたそうです。他にも当時の装飾がそのまま残っている部屋やナポレオンの戴冠式の絵画が展示された部屋がありました。そろそろ終了です。鏡の間の次に有名な戦争の間です。長さ120メートル、幅13メートルの大きな回廊で、その両側には戦争での勝利を称える絵画が多く飾られています。手前に置かれている像はフランスのために戦死した人を称えたもので、プレートには名前と生没年が記載されています。はい、ここで宮殿の見学は以上となります。いかがでしたでしょうか。これだけ切り取れば豪華絢爛フランスの繁栄をこれでもかと表現する宮殿ですが、これが後のフランス革命を勃発させ、ルイ16世やマリー・アントワネットは処刑されてしまいます。またベルサイユ宮殿を過去最高の宮殿にしたいというルイ14世の悪なき欲望と無茶ぶりから、フランスにおける建築や給水技術を発展させたことも事実です。フランス革命後は負の遺産であるこの宮殿を取り壊すか否かの議論も行われたそうですが、今こうやって歴史を振り返ることができ、フランスに人を集め続けているのは、歴史的美術館にすることを命じた後の国王ルイ・フィリップの大きな功績だなと感じました。出口付近にラデュレの可愛いワゴンの販売店がありました。お土産屋さんを見ているんですけど、全部すごい可愛くて本当にいろいろ欲しくなってしまったんですけど、まだ旅の序盤で爆買いするわけにはいかないので、今はじっと修行だと思って我慢しています。はい、こちらでベルサイユ宮殿が終了です。疲れました。売店のカフェラテを飲んで休憩し、市内に戻りたいと思います。雨が降ってきたのでこの辺でランチを探します。乾杯。歩き疲れたのでまだお昼ですが始めてしまいました。顔の2倍ぐらいあるピザで8割ぐらいは頑張って食べました。これで全部で20ユーロでした。ここからまた電車に乗って市内に戻ります。行きとは違う駅から乗ったので電車も違います。腹ペコ青虫を連想させるカラフルさでとっても可愛い車内でした。市内に戻ってきました。
ここからはセーヌ川沿いを進みながらエッフェル塔を目指したいと思います。こちらがセーヌ川です。やはり隅田川や神田川とは少し違いますね。非常に穏やかで、街に川があるってやっぱりいいなと思いました。それだけで視界が開けるし、川沿いをランニングしたり犬の散歩をしたり、とっても穏やかな時が流れています。こちらはオルセー美術館ですね。ここから川沿いに向かっていくとエッフェル塔があるので、地下鉄に乗っていきます。地下鉄の出口を出ると、なんと急に寅さんが日本パリ文化会館というところだそうです。ちょっとした緑で犬が遊んでて平和な雰囲気です。近くのお土産屋さんでとっても可愛い猫の絵はがきを発見しましたが、こちらも我慢しています。そうしているうちにエッフェル塔が見えてきました。てっぺんは雲がかってますが、全体が見えます。こちらが真下からのアングルで、高さは324メートルと東京タワーとほぼ同じぐらい。1889年のバリ万国博覧会にフランス革命100年を記念して建てられ、当時は世界最大の建造物だったそうです。上に登ることもできますが、ちょっと疲れていたのでやめました。チケットは頂上の展望台2階1階までで料金が変わり、さらにエレベーターを使うか階段で登るかでも料金が変わります。エレベーター利用の頂上までで28ユーロぐらいでした。手前には公園が広がっています。ここからエッフェル塔の全体を見ることができます。エッフェル塔ポーズをやってみたかったのですが、一人での撮影では限界があったので諦めました。ホテルに戻る途中で柴犬に会いました。パリ在住のちょっと太った柴犬です。今回のベルサイユ宮殿エッフェル塔編いかがでしたでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。